じめまして、兼業イラストレーターの瀬戸宮と申します。今回は私の軽い自己紹介とイラストに関するお話や今後の目標などについても絵描きの何でもない日常の映像とともにゆるくお送りしたいと思います。作業や支度、家事のお供にラジオ感覚で聞いていただければと思います。早速私の自己紹介なんですが、私は現在兼業イラストレーターとして活動しております。本業はイラストとは全く関係のない仕事をしております。詳細は伏せますが、一応事務系とだけお伝えしておきます。現在は本業の仕事をだいたい週3日ほど、その他の時間をイラスト制作に当てています。イラストの方はまだまだで伸びしろがありまくるような状態です。将来的には現在の本業を辞めてイラストを専業にしていきたいと思っています。今はその下積み時代といった感じですかね。で、今はまだ単価も低く作業量の割に合わない売り上げで、薄利多売の状態ではありますが、コツコツとめげずに積み上げていきたいです。数年前からうっすらとイラストレーターになりたいなとは思っていて、1、2年前に一度コミッションサイトに登録してで依頼を受けてみたこともあったんですが、その時は本業が忙しすぎてイラスト制作の時間が取れずに納期に遅れてしまうことがあったので、ちょっと反省をして一旦イラストの受注を停止しました。ショート動画の更新が途中で止まってしまったのもそのあたりで、ちょっと時間がなくて手が回らなくなってしまったからですね。途中でやめてしまいすみません。そしてまた本業だけを淡々とこなしてたまに趣味を描くだけの日々に戻っていたんですが、最近またふつふつとやっぱりイラストレーターになりたいなという気持ちが湧き上がってきました。ですがフルタイムで仕事をこなしつつ、その隙間時間でイラストの制作をこなすのはちょっと私には無理だなと身をもって体験してますので、やるなら環境をしっかり整えてからにしようと決めました。そうしてイラストレーターになると本格的に決心をしたのが去年の冬頃。職場で上司に掛け合って出勤日数を調整させてもらって週3勤務となりました。イラストの収入がなくてもギリギリ生きていけるラインの収入だけ確保し、好きなものを買うとかカフェや美容院行くとか、もう少し贅沢をしたいならイラストで稼ぐしかないという状況を作りました。で、環境を整えて今年の3月頃からまた本格的にイラストの受注を開始しました。3月はかなり低単価で仕事を受けていたので、1月に9件の案件を進行していました。正直依頼が来ること自体が嬉しくて仕事を取りすぎたかなと反省しております。実は3月前半の時点では私の TwitterX のフォロワーは20人程度で、今もまだ50人前後なんですが、自分の SNS がなくてもフォロワーが少なくても絵の依頼を受けること自体はできます。すきまさんだったりつなぐさん、大手だとここならさんとか複数の仲介サイトを私も活用させていただいております。どれも駆け出しの時にはおすすめの仲介サイトです。で、ちょっと先月はちょっと詰め込みすぎていたので、4月はちょっと受注量を抑えて SNS を育てることに少し注力したいなと思っています。具体的にはイラストの企画に応募したり、ファンアート描いたり、絵柄の研究とか基礎練習の時間も取れるようにしたいなと思います。YouTube の投稿もできたらいいなと思ってます。あとは3月はインプットが全くできていなかったように思うので、4月はより多くの作品に触れたいと思っています。で、ここで実際に兼業を体験してみた所感、兼業のメリットとデメリットについてお話ししたいと思います。今回実際に本業を週3日程度に減らして、その他の時間をイラスト制作に充てるという兼業のスタイルを体験しましたが、まずメリットですが、当たり前に制作の時間が増えること。
私の場合は週丸2日ぐらい制作に当てられる時間が増えたということになりますが、週に1日増えるだけでもだいぶ違うんじゃないかなと思います。時間がある分依頼を入れてしまうので、結果的には常に納期に追われているギリギリの状態からは抜け出せないんですけど、対応可能な時間が増えたことによりクライアントへのレスポンスが早くなったり、修正もすぐ対応できることが増えて良かったなと思います。あとは思考をまとめる時間や考えていることを書き出す時間、ジャーナリングをする時間が増えたのも嬉しいことでした。この忙しい現代社会ですが、立ち止まって少し考えてみる、思考を書き出す、都度軌道を微調整する時間を取ることはとても大切だと思います。ギリギリ生活ができる収入、私の場合は手取り月12、3万円程度は得ているので、生活のために早く稼がなきゃ、早く成功しなきゃ、依頼が来ないどうしようといった焦りの気持ちが制作の邪魔をするといったそのメンタル的な心配があまりなくて、制作にしっかり集中できるのもこの兼業のメリットかなと思います。デメリットはもう収入が低いことですかね。イラストで稼がないと制作はできませんので、軌道に乗るまでは当分は自利品生活になることは必至です。総合的に見て私は兼業ちょうどいいなと思ってます。もちろん専業イラストレーターを目指しているので、いずれはこの兼業の状態からも抜け出してイラスト一本でと思っていますが、イラストレーターに限らず異業種を目指すにあたってこの兼業っていうのはなかなかありな手段かなと思います。イラストレーターになりたいから仕事を辞める、で無職になったけどこれから一から頑張るぞっていう状態は、逃げ道を断って腹をくくるっていう意味では確かに有効かなとも思いますが、私の場合は多分本当になれるかな、貯金なくなってきたらどうしようっていうメンタルの不安、不調で制作活動にも支障をきたしてしまうっていう可能性が高いです。すでに実績があったり知名度があったり、しっかり考えた上での判断だったり、貯金がしっかりあるっていうならいいと思うんですが、そうでない場合は兼業も結構ありじゃないかなと思いますね。体力、精神力お化けの人っていうのは存在するんですけど、働きながら副業をこなして実績積んで副業収入が本業レベルに達したタイミングでいけると判断して本業を辞めるっていうこともできると思うんですが、なかなか実際は残業が多くて時間がない、家事育児介護で忙しいで、帰宅後は作業する気力もなくてすぐに寝ちゃう、あとは本業が肉体的あるいは精神的に辛くて休日もなかなか回復しないから制作もできないとか、なかなか現実的には難しい人もいるかなと思います。YouTube とかでスケジュール詰め詰めで頑張ってる人とかいるじゃないですか。で YouTube で見たあの人はフルタイムで働きながらやってたから自分にもできるはず、自分ができないのは甘えているからって思って自分に鞭を打っている人もいるかもしれないんですが、体力も精神力もその置かれている環境もで自身の能力もキャパシティも本当に千差万別、人それぞれです。私もそういう朝5時起きとかで何時間もその勉強頑張ってたり、フルタイム会社員なのに副業をバリバリこなしている人の一日のスケジュールを見て落ち込んだりしたこともありますが、私は私ですし、あなたはあなたです。 YouTube のあの人と私は違います。私には私のやり方があって、あなたにもあなたのやり方がある。結局自分の手で試して模索していくしかないかなと思います。すごい人から影響を受けてモチベが上がるっていうのはいいことだと思います。環境、価値観、波長、考え方と
とかが自分と近い発信者を探して、でその方をロールモデルとして参考にするみたいなのもいいと思います。ただそれでがんじがらめになっちゃうのは不健康かなと思うので、ほどほどに影響を受けてリスペクトしすぎないこと、神格化しないこと、完コピするのではなくて自分に合う部分だけ取捨選択して、ほどほどに参考にしてみるのが一番健康的でいいのかなって思います。夢を追いかけるとき、つい衝動で行動してしまいがちだと思います。本業をバッサリ切り捨てて無職になる前に時短勤務とか出勤日数を減らしてみるとかで、そうやって今の仕事を継続しながら挑戦ってできないかなとか、ちょっと考えてみるのもありなんじゃないかなと思います。で、今の職場では実現が難しそうだと思うなら、派遣とかで週3、週4勤務とかでも OK なところを探してみるとか。派遣は時給が高いですし、契約期間も決まってるので、かつ大体基本的にこちらから契約更新しませんって言わない限りは大体更新されるんで、相当何かやらかしたり勤務態度悪かったりとかしない限り、向こうから契約切られるっていうことはほとんど今はないんじゃないかなと思いますので、基本的には自分のタイミングで円満退社できるっていうのも派遣のいいところかなと思います。ちなみに私は今派遣ではないんですが、契約社員として働いてます。私のところは契約社員は派遣よりちょっと長めの1年更新。私はある程度理解のある職場で働けていたり、どちらかというと環境に恵まれている方かなと思います。で、自身の環境下ではちょっと実現が難しいなと、現実的じゃないなと思う方もいると思うんです。なのでこれはもう一つの小さな例として、そんな人もいるんだなとさらっと流していただいて大丈夫です。あと最後に今後の目標についても少しお話ししたいと思います。1、2年以内に達成したい大きな目標が1つ、1年以内に達成したい中途目標が2つで、緩めの目標が1つ今あります。大きな目標はまず2年以内に、イラストレーター1本で生計を立てることができるよう安定した収入を得られるようになること。続いて中途目標は6ヶ月以内にイラストの月収10万を超えること。そしてVTuber さんのママになることです。モデリングまで勉強するかどうかはちょっと悩んでるんですが、パーツ分けは近いうちにしっかり習得できるようになりたいと思ってます。で、あと緩い目標がコミティアに出店すること。イベントに出店するのが夢で、制作の時間が作れるかちょっとわからないんですが、なるべく年内に出店もしくは出店のめどが立ったらいいなと思います。テーマを決めてそれに関するイラストを描き下ろした画集とか、なんか可愛いグッズも作れたらいいなと思ってます。で、これは今後ずっと掲げる目標になると思うんですが、常にクライアントが本気で喜んでくれる魅力的なイラストを描きたいというこの意識を忘れないようにすること。で、あと何より楽しんで制作すること。あとはこの YouTube の更新も頑張りすぎない程度にちょっと頑張りたいなと思ってます。こんな感じで長々と話してしまったので、今回はちょっとここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いできる日を楽しみにしております。バイバイ。